ですか？今回の改造で最も重要な材料だと？よくわかりません。おお、なるほど。プロデューサー、もう動けない。プロデューサーのこと好き。皆さんこんにちは。ナースロボタイプ T です。ペンタクロクサンプラモチャンネルへようこそ。今回の動画では篠沢ヒロの改造過程について説明します。作業量が非常に多いため、今回はヘアパーツの改造に集中して紹介します。改造の流れを簡潔にまとめますと、ランナーを切り取って接着して磨いて形を整えることです。それでは早速ツールを準備しましょう。防護手袋、カッターナイフ、大型刃、電動研磨ツール、防塵マスク。今回の改造で最大の挑戦はヒロちゃんの特徴的な紙束を再現することです。まずこの部分を処理しましょう。片面が平らなランナーを用意します。垂直に立てて切ります。切る際には力を入れる必要があり、このようなカッターに切られてしまったら大変なことになるので、必ず防護手袋を着用してください。切断後のランナーは内側に曲がりますので、ゆっくりと外側に戻して紙束がゲットします。角度やランナーの形状に応じて、様々な形状や厚さの紙のパーツを切り出すことができます。今回はパテを使用せず、ランナーで改造する主な理由は、切り出したランナーがしなやかであり、無理やりに曲げない限り、ほとんど折れないという強靭な特性を持っているからです。折れてしまった場合でも、塗装前に接着剤で修復することが可能です。最後に一つ、POM 素材は硬くて切りにくいだけでなく、流し込み接着剤が溶けないため、今回のような改造にはおすすめしません。では、実際の改造動画に戻りましょう。ペンタクロクさんは手袋を着用していません。皆さんは真似しないでくださいね。一つ目は見た目が良いですが、長さが不足しています。もう一つを切り取り、接着剤でつなぎ合わせましょう。前髪を大幅に短くする必要があります。まずざっくりと前髪を切ります。紙束は前髪と後ろ髪の間に挿入し、磁石でつなぎます。これにより、抜き差しが容易になり、一定の可動性も確保できます。次に、形を整えます。ここに小さなプラスチック板を追加して、その上に磁石を接着します。この位置でいきます。前髪を削ります。電動ツールの音は心地よいです。作業中は必ず適切なマスクを着用し、粉塵被害を防ぎましょう。このような不要な穴は、ランナーを溶かして埋めることができます。大変申し訳ございませんが、撮影の問題で前髪の右側の改造過程は記録されていません。右側にも同様に切り出したランナーを使用して、紙を追加しました。次は前髪の改造です。今のところ全額が少し剥げて見え、前髪も頭にぴったりとフィットしていないため、まず裏側から髪のボリュームアーツします。上からも少し紙を追加します。随分良くなりました。電動研磨で形を整えます。両側に紙を追加し
追加します。曲線のため、カッターナイフを使って手作業で彫る方が自然に見えます。最後に前髪のカール部分を追加すれば、前髪の形はほぼ完成です。この紙束には 1mm×1mm の磁石が追加されており、前髪の隙間に取り付けることができます。次は後頭部にゲームの設定を参考にしてモールドを追加します。このモールドの幅が広いため、電動剣まで直接彫るのが最適です。だいたいこんな感じです。いよいよ最後の挑戦です。今回は有機まどかを改造原型として選んだもう一つの理由は、内側に曲がった長い髪です。内側に曲がった部分を外側に曲げれば、まるでヒロちゃんのような長い髪のように見えますね。初めての加熱改造に挑戦するヘンタクロクさんが、この方法を参考程度にしてくださいと。使用する工具はヒートガンです。必ず手袋を着用し、発症を防いでください。やり方はとてもシンプルで、プラスチックを加熱して柔らかくし、再形成することです。このステップを繰り返すことで、髪全体の向きを変えることができます。この方法はシンプルで直接的ですが、欠点は熱湯の温度をコントロールするのが難しいことです。加熱しすぎると、プラスチックが収縮してしまいます。よく見ると、一部の毛先が鈍くなり、短くなってしまっています。しかし、ゼロから作るより、比較的効率的な方法だと言えます。形を調整します。必ずマスクと保護メガネを着用してくださいね。次は、最後の髪を追加するステップです。ヒロちゃんの特徴である上に曲がる毛先を完全に再現するのは大変ですので、できるだけその雰囲気を再現してみましょう。最初に紹介した方法と同様の手順で、ランナーを切り取り、接着し、接合部を磨くという3つのステップを繰り返し、自分が納得するまで続けます。なかなかいい感じですね。組み立て後はこんな感じになります。プラスチックの柔軟性により、頭を左右に振っても髪の毛が体に干渉せず、安心してポージングすることができます。最後までご覧いただき、ありがとうございます。もし気に入っていただけましたら、ぜひいいねやチャンネル登録、シェアをお願いいたします。それでは、またお会いしましょう。